ようございます。今回の動画では一人でも行ける釜山のご飯屋さんをまとめて紹介したいと思います。釜山一人ご飯の一発目はサンチョンデジクッパ。老夫婦お二人で切り盛りされているようで、とてもアットホームな雰囲気です。みんなタバコ吸ってる。いいのかな。なんか微妙そうな顔してる。감사합니다. Thank you. どうやって頼むんだろう。デジクッパ。忘れるけ？邪魔かな。아까 용이는 저기 있지? 私？人がすごい来ちゃって気まずいんだけどごめんなさいって感じ。どうしよう。大丈夫です。감사합니다. 감사합니다. 어디서 왔는겨? 어디서 왔어요? I'm from Japan. Japan. なんかやっぱり一人でご飯食べに来る人が少ないからこの場さん優しかったけど基本的には一人ダメっていうところが多いそうです。聞こえるかなみんな。ホテルの近くのベジクッパっていう豚肉のクッパが美味しいお店で来ました。私は豚肉のクッパを頼もうと思います。翻訳を準備しました。豚肉のクッパください。ベジコーククッパ주세요. 너무 어이없는데 이건 지금 여기서 얘가 지금 들을 거예요.すごいな量。ニラっぽいのとケンチと角的となんか辛そうなやつとニンニク、玉ねぎ、味噌、エビ。あ、ね。Thank you. Okay, 감사합니다. エビを入れるっぽい。この中にこんな感じ。全部入れる。基本的にデジクッパはお塩の味が全くないので自分好みにお塩や網エビで味を整えるそうです。なんだっけ？美味しいってなんだっけ？ハーブじゃなくて。さまざまなご当地グルメのある韓国第2の都市プサン。中でも豚の各部位を煮込んだ豚骨スープに茹で肉とご飯を入れた郷土料理のデジクッパは地元韓国人だけでなく外国人観光客からも大人気の名物料理です。食べ方はおかずで運ばれてくるニラをスープに入れて混ぜて食べるのが韓国式。못 들었죠? 내 얘기를 들어봐 좀 제발. 그래도 사전이 이런 거는 이 국물 이런 거야. 야 다시 우리 방에 이거는 엄청 머리를 리스라고 얘기를 하잖아요. 뭐가 전에 제가 어디에 있어? 심지어 반복 버튼 안 눌러도 제가 자동으로辛いけど 나나나나 이거 혹시 무한능력 무한능력
내가 하는 말이야. 내가 이제 영어를 잘 뭘 내가 알겠니? 이걸로 죠 그냥 우리가 같이 있어서 왔다 이 말이지. 오징어가辛くない 야, 美味しいわ。よかった、食べれるの。これが辛くない釜山韓国料理のおすすめ。一つ目です。お肉めっちゃ美味しい。ちゃんと写真送る。しょっぱい。エビを入れすぎたのかな。美味しいんだけどしょっぱくて。 아 맞아. 그 다말 그 말을 다 말한다. 맞구나. 그 말을 お肉が食べきれないから一番 제가 그 얘기하면 감사합니다. Thank you. お肉のね味が美味しかった。だけどエビを全部入れてしまったのが失敗だったのか、しょっぱくって胡椒も効いてるから結構味濃くって、でキムチも辛いじゃん。だから今すごい喉が渇いてます。ちょっとコンビニ、あれこれコンビニかな。ティーマニー売ってるかな、カード。ティーマニーカードコンビニっぽい。 아이고, 아이고, 처음부터 그렇게 얘기해. 내가 하지 말라고 했어. コンビニで15分ぐらいGoogle 翻訳使いながら見てて、店員さんが私のことなんか怪しい目で見てたんだけど、最後ティーマニーカード売ってるって聞いたらいろいろ見せてくれて、可愛いのはなかったんだけど、もうその人優しかったからここでティーマニーカードを買いました。甘くないお茶でなんかおすすめあるって聞いたら、これ진짜 맛있어요って言ってたからこれも1本買ったら1本ゲットってやつでゲットしました。じゃあホテルに帰ってちょっとゆっくり休みたいと思います。一人で入れました。お店音楽がかかってなくてすごい静か。来たかも。席に着いた瞬間にソルロンタンか多分特上ソルロンタンどっちみたいな感じで聞かれて、お店の方は韓国語しか喋れなかったんですけど、私のソルロンタンっていうので理解してくれました。これが多分キムチ、なんかすっごいニンニクっぽい匂いですね。これがついてきて、ソルロンタンご飯別で頼むのかな、中に入ってる。嬉しい。辛くないご飯2つ目です。そういえばオープニングで言い忘れたかもしれないけど、今回巡るご飯は全部辛くないものです。なぜなら私が辛いの苦手だから。お米入ってました。あとなんか麺が入ってる。これがソルロンタンか。美味しそう。肉うまそう。いただきます。あ、味薄い。昨日濃かったからな。なんて言うんだっけ、デジクパー、甘エビがしょっぱいのを知らなくて思いっきり全部入れちゃったんですそしたらめっちゃしょっぱくなっちゃって、多分このテーブルにある塩コショウを自分で入れるんだな。塩コショウ、なるほど。
なるほどね。これは塩足すの。ちょっとずついきます。昨日失敗したので。皆さんおすすめの釜山料理というか韓国料理あったらぜひ教えてください。お店とかまた来たいし、次は来ます。ちょうどいい。うまっ。私やっぱりこういう優しい味大好きだな。ソルロンタンとは牛の頭、足、肘肉、骨、内臓などを煮たスープのこと。このソウルカットギというお店は50年の伝統を誇る牛肉スープ専門店。真っ白いスープに牛肉とそうめん、千切りした長ネギ、ご飯が入ったソルロンタンは臭みが全くなく、お肉も柔らかくて辛いものやお酒で疲れた胃にぴったりかもしれません。じゃあキムチ辛いかな、食べてみます。すごい。もうちょっとちっちゃくしたい。辛いの好きな人は最高ですね。そんな辛くないわ。美味しい。あ、嘘でした。後半辛いです。美味しい。美味しい辛さ。これに入れたら全然食べれるかも。お肉やばい。美味しい。でもこれで14,000円って結構高いよね。1,593円。高いよね。やばい。1週間韓国にいたらお金なくなっちゃうかも。これもチャレンジ。全然辛くない。なんか後半が辛いみたいなのが多いかも。入れてすぐ辛みたいなのはない。今のところ。肉うまっ。ごちそうさまでした。いやー、やっぱり濃厚なスープの味とホロホロ肉、最高に美味しかったですね。お友達も連れて行きたいと思えるお店です。ただちょっと高い。そんなもんなのかな。14,000ウォンだから1,600円ぐらいで、ちょっと私からしたらお高かったんですけど、まあ美味しかったです。見つけました。ちょっと場所が分かりづらくってあそこからぐるっと回っちゃった。裏の道にありますかやミルメン。テーブル席に座らせてくれました。これだな、ミルメン。小さいサイズでいいかな。普通のサイズ。先払いです。このやかんに入ってるなんかスープ、隣の人飲んでる。見る目に見えるようじゃないのかな。お箸はこのテーブルの中に忍ばせてるみたいです。なんだこれ、薬剤。塩味の効いたスープ。釜山はこのミルミョンっていうのが有名らしくて、普通の冷麺はそば粉でできてるけど、これは小麦だそうです。いただきます。みんな混ぜてるからぐちゃぐちゃに。
なんかね辛くないらしいんだよね。本当かな。私の舌でも大丈夫かな。氷っぽいの。あ、また写真撮るの。もっちもち。そして冷たい。だからあったかいスープついてたのかな。色は結構赤くなるけど全然黒くない。美味しい。ミルミョンはプサンが発祥の地。朝鮮戦争が勃発した1950年以降、戦争で北から避難してきた戦争難民が故郷平壌の冷麺を再現しようとし、当時食料不足のために手に入りにくかった冷麺の材料であるそば粉やじゃがいもの代わりにアメリカからの援助物資だった小麦粉を代用してできたのがミルミョンの始まりと言われています。お酢と醤油っぽいのとなんかごまだれみたいな。はい、気づくのが遅かったんですけれども、ミルミョンの食べ方はお好みでお酢と練りがらしを混ぜてハサミで麺を十字に切るということです。このハルメカヤミルミョンというお店の麺はかなりコシが強い麺なので、ハサミで切らないと食べづらいかと思います。お気をつけください。待って、もしかしてこのハサミで麺切るよ。味変してみます。味が薄いっていうかあっさりしてる。入ってるものは卵ときゅうりとちょっとだけチキンかな。最高16度、最低7度。結構あったかく感じるけど、東京とか入り口はこの N3 のと U プラスの間でした。ここから行くのが一番分かりやすいと思う。やっぱりね、夏の風物詩って書いてあった。調べたら夏の風物詩であっさり系のスープ美味しかったよ。ここの今行ったところのハミルカヤミルミョンっていうところは牛の骨で出汁も取ってるらしい。で辛いのが好きな人はミョンミョンじゃなくてビビンミョンミョンってやつにすると辛いそうです。ほんとペロッと食べれる。麺がすっごい奥見えて、実際食べてる時全然なくならなかったんだけど、量的には全然一人で食べれるかなって感じでした。안녕하세요. 얼마예요? 1인분 3,000원. 아, 오케이. 3? 3개. 아, 오케이, 오케이. 콘약도 모찌도 사카나. 不要一起走。等下我吃真没送。韓国おでんとはオムクという串に蛇腹状に刺した練り物や具材を魚介だしのスープで煮込んだ食べ物です。また韓国のおでんの発祥地はプサンと言われています。オムクは日本のさつま揚げに似た食材で、スケトウダラやタイなどの魚肉をすりつぶして薄く伸ばした練り物です。屋台によってスープのおかわりの仕方は異なりますが、
基本的にスープのおかわりは無料で自分でやるところが多いです。お玉が置いてあるときはそれを使って自由におかわりができます。No, no. 뭐? No refill? 다 먹는데 뭐 가지 뭐 또 씹으려고 쓰이노. 안 먹나? 삼생원 내서 삼생원. I already gave you. 그래서 昨日と同じ屋台なんですけど、おばさんが違うだけで全然違います。昨日の方はおでんの汁代わり OK だったんですよね。なんかおかわりちょうだいって言ったらなんか帰れみたいな感じでした。なのでそういう時もあるっていうことで気をつけてください。Alright. 감사합니다. 昨日の夜来たおばあちゃんは優しい。한 분이세요? 앉으세요. 最後はプサンにいる友達に教えてもらったヤンサンチュプという店に来ました。一番人気のメニューはゆで豚肉というものだそうですが、かなり量が多くて一番少なくても2人前からだったので、私はデジクッパを頼みました。この時は旅行客っぽい人が全然いなかったので、ローカル感を楽しみたい人にもおすすめです。 네, 날짜가 인차 어디야? 네? 편의점. 스나촌당 지연이도. 美味しかったのですが、隣のテーブルの方たちがかなり近かったのと、さっきの屋台のおばちゃんのあれでメンタルがやられておりましたので、かなり静かに黙々と食べています。すみません。このお店はテレビに取材された時の写真や有名人の色紙がたくさん飾ってありました。デジクッパはこの旅で4回ぐらい食べたかと思うんですけど、ここのデジクッパが一番脂っこいお肉を使っている印象でした。カルビ寄りなのかな。逆にあっさりしたお肉を使っていた印象なのが一番最初に行ったデジクッパのお店です。私はサムギョプサルよりもモクサルを頼むほどあっさりしたお肉の方が好きなので、個人的には一番最初に食べたデジクッパがこの旅で一番お気に入りでした。普段焼肉でカルビを注文するという方はこのお店がおすすめです。プサン一人ご飯いかがだったでしょうか。行く前に調べていたところ、一人ご飯はかなり難しいという情報ばかりでしたが、プサンでは一人でも入れるレストランがたくさんありました。一人で韓国に行く予定の方もそうでない方もぜひ楽しんでください。この動画が少しでも参考になったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で。